あまりにもひどい言うて、自民党が一転、条例案に反対に回ったんですよ。斉藤元彦知事の名前を出してヘイトスピーチをする。知事迷惑してますよね。ご回答ください。前代未聞よね。自民党の議員から差別やめましょうよ言われる政治家。実際ね、迷惑じゃないんですよ。斉藤さんは。マルクスおじさんの描写がいかに的確かがわかります。あらゆる階級のクズ、汚物、残骸の中にこそ自分が無条件に頼れる唯一の階級を見出す。これこそが本物のボナパルト。何の留保もつかないボナパルトである。これこそが本物の斉藤元彦。何の留保もつかない斉藤元彦である。そのまんまやん。昨日、兵庫県議会で、本会議いっぱい質問がありまして、こんな公判表でありました。いろんな人が出てはりますが、この自民党の白井和也さんから始まって、維新の会の中井孝明さん、公明党の浅田さん、県民連合の小西さん、自民党の伊藤さんというふうに並んだわけです。で、いろんな質問をしてはるわけですよね。こんだけあるわけですよ。で、これ、中でもね、今の兵庫県というか、2024年の選挙の時からそうですけど、こういうことに県民連合の小西さんとね、自民党の伊藤さんが、くしくも、県の条例名で言うと、インターネット上の誹謗中傷差別等による人権侵害の防止に関する条例っていうのは、この間兵庫県作ったわけですが、その条例の施行状況、運用状況に関する質問、それから、伊藤先生の場合は、小西先生と違って、ヘイトスピーチそのものというかな、がある、のことを言わはる、わけですよ。聞いてはるわけです。それで、これがね、くしくも、リベラル系というか、野党系というかの県民連合さんと、それと、与党系というか、保守系というか、自民党系の人がね、その条例について、ヘイトスピーチについて聞くということがあったんです。で、いろんな人が、ね、自民党一番さっき見ましたけども、この自民党の一番上は、白井先生、維新の中井先生、公明党の浅田先生というふうに並んでて、これだけの人がおるからいろんなこと質問してるんですが、被ってるというかね、丸被りではないんですけども、題材として被ってる、内容は被ってないんだけども、対象とする条例として被ってるのは、そのヘイトスピーチ系の話ですよ。ということは、これだけに並ぶ質問者、これだけある質問項目の中で、どう考えても、もうヘイトスピーチの話がね、昨日の僕は本会議の中でね、一番量として議論されたという意味で、それが重要か重要でないかというのは、それはそれこそ評価する立場でしょうが、定性的な判断というのは、定量的な判断で言うと、量としてヘイトスピーチの話がね、違う人がくしくも取り上げとうわけですから、一人の人がずーっとやってんちゃうんやね。違う会派の違う人がくしくも同じことを言うてるわけですから、それがメインかなと思ってたんですけども、元谷のツイッターさっき見たら、本日県議会の一般質問でした。農業、医療、福祉など各議員と政策議論を含めました。議題の一つ、特定外来生物対策については、県と市長などが連携し、農業現場などで防除に取り組んでまいります。長江鶴のゲイトウや首赤ツヤカミキリをはじめとする特定外来生物は私たちの日常に忍び寄り徘徊し暮らしや災害に悪影響を及ぼします。被害を未然に防ぐには発見と防除が何よりも大切です。皆様お一人一人による日頃からのモニタリングなどを通じて発見駆除していくことが地域、兵庫を守る力になります。引き続きのご協力をお願いします。どうも、特定外来生物の菅野保です。これ、犬笛でしょこれ。特定外来生物がいたぞー狂ってるでしょもうこれずっと言うとんの。この間から特定外来生物の話。動画でも言うとうし。徘徊してる言うと。徘徊しとんのはお前やろ。ぶらり言うて。で、これもどう考えても犬笛やから、お前それ犬笛なっとんで言うたろうと思って、だけどお前それ犬笛やないかって言うたらなんかまっすぐすぎて粋じゃないから、
どう言うたろうかなと思って腹立ったんで、さっきツイッターにちゃんと、こうしておきました。おはようございます。私が特定外来生物の菅野保です。もうおかしいでしょ。で、まあ、その、ヘイトスピーチの話は、まあ、ことはないけども、さておきさ、ことはないです。極めて重要な話なんで、ことはないんですけれども、重要な話と、俺は重要な話だと思うし、法的に考えても重要な話だと思うけれども、ヘイトスピーチの話はね、僕は法律違反ですから、みんななんか勘違いしてるけど、罰則規定がないだけで、ヘイトスピーチって違法行為なんですよ。なんか勘違いしてるけど、逮捕されて有罪判決されたら懲役何年とか食らうとか罰金何ぼ払うとかっていうのがないだけの話で、ただ違法行為は違法行為なんですよ。で、担当は警察なんですよ。なんか法務局がなんかやるとかじゃないんですよ。普通に警察が担当する法律で、朝鮮人出ていけとかクルド人出ていけとかっていうのは、本邦外の人に対するヘイトスピーチっていうことで、普通に取り締まりの対象なんですよ。で、警察庁からも各都道府県警に通達が出てるぐらいの普通の、もうそれこそ刑法、飲酒運転とか、人殺しとか万引きとかと同じことなんですよ。ヘイトスピーチっていうのは、法的にはね。違いがあるのは罰則規定があるかないかなだけであって、警察が担当してて何かあったら警察が注意するという意味では全く同じことなんです。なので、そのヘイトスピーチがこう放置されてるということは、法的に考えても僕は大きな問題だと思うんですがね。これさ、さっきのこの元やんのこれね、県民の皆さんお願いしますみたいなこと言うてるわけやん。言うてね、これ、昨日の議会明けてすぐに自民党が採決して、34人おんのんか、自民党。で、自民党が34人おるかなで、34人と維新が17人か。それからちょうど倍おんねんな。維新の自民党が。で、最大会派自民党ですよ。で、その自民党が24人か。その自民党が今回の議会に入るときにね、ずっと懸案やった猪本が情報漏洩した責任を取って自分の給料を下げるというで、元彦がね、服部さんに託して、なんであれ今思うとなんで服部さんの給料まで下げる言ってたのか全く意味わからへんねんけど、全く服部さんの給料を下げる意味がわからないんだけど、服部さんの給料と自分の給料を下げてくれというね、条例を去年から出してたけども、ずっと自民党があんなもん賛成できるかい賛成できるかいって捨ててたわけですよ。で、その議会のオープニング、今回の議会のオープニングは、今年の4月に不起訴処分が出たから、不起訴処分なんで、もう条例通したろう言うて自民党が、もう不起訴処分になってピリオド打たれたんだから、条例通したると。で、お前の言うようにこれで終わりやって言うて、議会の冒頭で賛成しとったんやけど、こないだの記者会見と、昨日の本会議でのあいつの答弁のしぶりが、あまりにもひどい言うて、自民党が一転、条例案に反対に回ったんですよ。で、あれ俺、この間の記者会見、人殺し記者会見が終わって帰ってきた後、これもうこうなってしもたら、記者会見こうなってしもたら自民党絶対変わる言ってたでしょ。で、実際変わったんですよ。で、それは俺がやったとは言わんよ。自民党が、北口幹事長が昨日記者の答えに、あまりにも答弁がひどかったからと。神戸新聞の記事見ましたけども、北口議長の言うてることは、これ、北口さん、どっちかって言ったら斉藤元彦支持側なんですけど、立派です、この人は。北口さん立派です。とても立派。保守政治家だなと思いました。この人はどっちかっていうと、斉藤を応援するか応援しないかって言ったら、北口さんは斉藤を応援する側です。この人もともと行政、ってか明石の市長やったんでしょ？明石やったんかな？加古川やったかな？どっかの市長さんしてはったんですよね、昔ね。で、だからもともと行政の長してる人やから、そんなに気色鮮明にするということは、そんなに良くないことだってことは分かってらっしゃるから、大人な対応をされてたけども、マニューバーとしては、斉藤さんを応援する側だなというマニューバーで見せて、言葉では何も言わないみたいな感じの人なんで、俺は癖者やなと思ってたんやけど、昨日の北口幹事長は、これが保守政治家。で、僕の言うてる保守政治家というのは、日の丸を振って天皇陛下万歳言うてる保守政治家ではなくて、こっちの保守政治家。ちゃんとした保守政治家。
日の丸降って天皇陛下万歳という田舎の弱者がやってる芸当というのは、この日本というクソミソジニー国家で初めて保守と認められるもんですが、世の中行ってコンサバティブっていう、世界に行ってコンサバティブっていうのは別にそこの国の国旗を振ってなんか言うてることではなくて、考え方が反革命であるってことですよ。で、それは反革命であるということはどういうことかっていうね、既存の手続きを大切にするということです。きっちりと手続き踏みましょう。で、昨日の北口さんの采配は、立派にアメリカに持って行っても、フランスに持って行っても、チュニジアに持って行っても、イギリスに持って行っても、世界のどこへ持って行っても恥ずかしくない、本寸法の保守政治家のやるべきことを北口幹事長はやりました。何がすごいかってね、二つ。一つ目は、ちょっとさっきお見せ仕掛けましたけど、神戸新聞のこの記事です。このね、一言、この神戸新聞のこの、有料の部分あんまり見せるのあれですけども、北口博人幹事長は方針を変更した最大の要因は、知事の答弁の中身とする。一方、知事の発言云々で方針が変わることなく進めてきたつもりだが、果たせなかった。このね、手続き論が想定通りに進まなかったということに対して、ちゃんと遺憾の意を述べるという、このね、高等な保守政治家独特の言語戦略を、おそらく理解するような知性があれば、斉藤元彦のことを投票したりとか、あるいは立花隆が言うてることが正しいとか思ってしまうようなアホにはならんのですが、この一言は重たいぞ。議会は議会であると、二元代表制であると、首長の発言によって我々の審議の態度が変わるわけがないって言ってる。よっ中村やって言うたいぐらい保守政治家です。これが保守。これが保守です。これが保守政治家としての本会です。これが保守の本会です。で、北口さんは、ちょっともうあかんやろ。昨日の答弁あかんかったんで、もう全部あかんかったわけですよ。全部あかんから、もう自民党あかんやろってなったわけ。で、自民党の中には、次ほら、元彦がどうやとかさ、立花がどうやとかっていうね、兵庫ローカルの話だけやのって、全体的に考えたらさ、今、高市さんはなってるやんか。で、今日現在、6月8日9日の現在で、高市さんああなってるわけやん。で、どうなるか分からへんわけやん、これ。だってプロの政治家やったら政治家で高市さんはやばいの分かるんやもん。どんどん、あれやで。防衛線、交代していってんねんて。昨日ついに面識があるかないかは、名刺交換してるかどうかってとこまで下がってんねんで。もうアホでしょもう。いや、俺過去民の記者会見見てて、俺、ふっと思った、これ記者多分、総理と名刺交換なんかしたことないやつほとんどやろうと思うから。総理、私と名刺交換したことないですけど、総理と私は面識がないんですかって、誰か聞いたら一発で終わりやで。そういうことやん。近所の魚屋のおっさんと面識ある？名刺交換したことあるか？そんなもん、名刺交換したことなかったら、面識がないなんて言うんやったら、俺、風呂屋の番台のおっさんとも面識なくなってまうわ。いうことやね。もうそんなん見てたら、そのプロの政治家でほどさ、ちょっとこれやばいなと思ってるわけですよ。で、目を転ずればね、中道改革連合次の、統一地方選挙、来年の1月、2月、3月、4月に断続的に全国各地で行われる各自治体での議員選挙とか首長選挙の中でね、中道改革連合が立憲と公明党とこう一緒になって完全に合流するかどうかわからないけれども、公明党さんは少なくとも、今年2月の衆議院選挙でね、自民党とバチバチやったわけですよ。まあ一部裏切ってるとこあったけど、バチバチやったわけですよ。特に兵庫県の場合はバチバチやったわけですよ。兵庫2区なんか、公明党の近所統治を自民党が奪い返すということで、もうバチバチやったわけですよ。ということはこれまで、この公明党さんと仲良うやってて、県議会議員とかになってはる自民党の人とかもいてはるんやけど、そんな人らがいたら背中寒いわけですよ。背中寒いは、で、上見たら高市さんがそんなになってるでしょ？だから別にピーカンデリのゴルフコースで球打つみたいな選挙にならんかもわからんけど、寒い雪降ってる中で、もうずっとサンドウェッジで刻むみたいなゴルフになるかもわからん選挙になるわけですよ。で、そんな人らは定見がないからフラフラしてるわけ。それを見て昨日北口幹事長はきっちりと採決取ったのよ。会派で。あれはね、偉いですよ。
かつね、これはもう知恵なんですけど、会派の話やからね。そんなもん別に正式な会議ではないから、会派やから、まあ身内の話やん。異議なしとかって、こう、口頭の採決だけやねんけど、最初挙手案があったんや。挙手で採決取ろうって。で挙手したら誰が手挙げたかわかるやんか。で、背中寒い奴が行さんおるから言うて、北口さんちゃんとね、それを、みんなが自分の志を 100% 言うて、禍根を残さないために、手挙げたら誰が手挙げたかわかるでしょ。で、そやから、無記名の普通の紙の投票にしはったんや。だからみんなそうすると、己の志を述べられるでしょ。このマニューバーをね、本会議があまりにもひどすぎたということはあるんだけども、そのマニューバーをできるって、やっぱ北口さん仕事できるわ。この人すごいわ。おそらくね、服蔵なくお話し合いをするとね、殴り合いの喧嘩になるぐらい思想的な立場は、北口さんと僕は違うと思うよ。ただその仕事の処理の仕方の本寸法の保守政治家としてのね、動き方というのはね、なんていうのか、元彦に対して不利な答えを出したからではなくてね、この手続き論的なね、確かさと、そこで意思確認を一個一個やっていくということを積み重ねた北口さんの仕事のやりようは、とても立派です。そしてそれが2024年の9月に兵庫県議会になかったもんですよ。もしあの時に北口さんがどう取ってたら、今頃こうなってなかったんですよ。最大の失敗は兵庫県の不幸は、10月の選挙に立花隆が来たことじゃないのよ。躍動の3人が立花隆にデマを吹き込んだことではないの。片山ポノスケが、片山ポノスケみたいな顔した片山が、なんか余計なことしたことじゃないのよ。百条委員会の答えが出ていないタイミングで、不信任決議を全会一致で採決してしまったということの、あれが最大の不幸なんです。で、その不幸を招いたのは、極左政党維新のせいですけどね。俺が保守とは一切認めない維新のせいです。極左のやり方なんですよ。あの時に吉村がもう党が持たない、これ以上かばえないって言うたから、出さんで不信任案を出そうとしたんですよ。で、そのタイミングでどっかの会派がね、不信任案出して、不信任案に反対に回られへんよ。みんなそこで我慢するんですよ。すぐ多数決取ろうというやつは、今回俺の本、今ゲラ読んでるとこですけど、俺のこれ読んだらわかります。多数決取ろうとするやつは、ダメです。で、これもし百条委員会の答えが出てから不信任出すなら不信任出す。刑事告発になったら刑事告発するってことやっとったらね、こんなことなってないわけですよ。不幸にも渡瀬県民局長はお亡くなりになったけど、少なくとも竹内さんの命は救えた。だってそれが手続き論や。あのタイミングで不信任案を出さなければいけない政治的理由がどれだけあろうとも、手続き論は手続き論ですよ。そこでね、兵庫県の田舎っぷりが出てくるわけ。斉藤元彦なんかやめさせてしまえっていう電話がね、毎日毎日県庁にパンクするぐらい電話がかかってきたからって、それはそれですよ。で、その声になぜなびいてはいけないかということを、今回7月に出る本は順々と論じてます。なぜそのクレームとか沸騰する民意に議会が答えてはいけないのかっていうのは、もう250年前に、このおっちゃんらがやったらあかんことって書いてあんねん。250年前に、それ言っちゃったらあかんことって書いてあんねん。で、それは結論出る前に多数決を取るなとかっていうことではなくて、このおっちゃんらが言うてることは、沸騰する民意の言うことを聞いてたら国が滅ぶぞ言うてん。それはいろんな理由があったよ。あのタイミングで不信任案を出さなきゃいけない政治的理由、世論の沸騰とか言うけど、沸騰する世論の言うことを聞くと、国が滅ぶということを250年前にアメリカ合衆国憲法を作ろうとした人たちは議論してたわけ。で、それがどれだけ正しい意見に見えたとしたとしても、それが沸騰した民意である段階で、議会は絶対耳を傾けてはいけない。
議会の議員というのに、地方自治体の議員さんは違いますが、国会議員には不逮捕特権というのがあります。と、院内発言の無党籍っていう原則があります。なぜそんな特権が認められてるかっていうと、お前はお前でお前の志を述べろと言われてんの。お前はお前で何にも心配することなく、お前の志を述べろって言われてんの。だから不逮捕特権とか院内発言の無党籍っていうのがあるわけ。一番なびいてはいけないのは金でも暴力ではなくて民意に議員はなびくなって言われてんのよ。それが議会というもので250年前にこのおっちゃんらが設計したわけ。で、アメリカの話だと思うやんか。アメリカの話しちゃうで。250年前にこのおっちゃんらが議論して、初めて憲法というものを字にして書かはったんが、フランスでも、その後、イギリスが、民主主義の先進国やったんで、当時ね。イギリス以外の後の民主主義の国は、みんなこのおっちゃんらの設計図の影響に受けてるんですよ。もちろん、日本国憲法も。そして何やったら、大日本帝国憲法も。だからこれ、リナックスで言うたら、モスキートリナックスみたいなもんなんですよ。もう、カーネルのコアのコアみたいな。で、この上に、いろんなその国の特徴を乗っけていったのが、それぞれの国の憲法です。で、これアメリカの憲法で日本も影響を受けてるって言うたら、GHQ の後にできた占領下の昭和憲法のこと言うてる菅野は言うかもわからん。じゃあ、大日本帝国憲法議芸読んだら伊藤博文は読みまくった言うてんねんから、これを。伊藤博文憲法議芸でフェデラリストを読みまくった言うてんねんで。俺が北口さんを褒めるのは、北口さんはこのおっちゃんらの設計図通り動かはってん、昨日。でも、2024年の不信任決議を出す時のは、このコアカーネルでやったらあかんってことばっかりやったんや。議会が。それがね、兵庫の不幸の始まりなんですけど、でも最近の保守っていうのはレイシズムとミソジニーを足して2で割ったものを保守や言うてるでしょ。違うんですよ。保守主義というのはちゃんと書いたもんがあるんです。で、その保守主義っていうのは、共産主義よりも、むしろ、インターナショナルに結びつけられる。だって人間の本性の話してるから。そして、怪我するやんって。ダメージのデニムを縫ってしまうおばあちゃんが保守主義ですよ。いや、そんなんしたら、怪我するでっていうのが保守主義なんで、だって、このおっちゃんはフランス人の青年に、フランス革命で興奮してるフランス人のお兄ちゃんに、ロンドンから手紙書いて、君らそれ怪我するでってずっと言うてる。それ怪我するで絶対って。で、実際怪我すんのよ、こいつらは。君らそれ絶対怪我するでって、そんなことしとったら。バークもちょっと変なこと言うとこがあるんだけど、こっちのおっちゃんたちの議論の中でね、こんな一節があるんです。何でも多数決で決めるようになったらどうなるか。ここで、アメリカ合衆国憲法を作る時の議論に参画してる人の名前が並んでるんですけど。ハミルトンとかジェイとかマディソンとか。この中のマディソンっていうおっちゃんが、後に第4代大統領になる人なんですが、このマディソンっていうおっちゃんが、こんなことを書いてます。多数決ばっかり。ピュアデモクラシーでは、相互の意思の疎通と行動の一致とが、その政治形態そのものから容易に可能となるからである。したがってまた、弱小の党派や気に入らない個人は、これを切り捨ててしまうという誘惑を抑えるようなものは何もないからである。それゆえに、ピュアデモクラシーはこれまで常に混乱と激論との光景を繰り広げてきたのであり、個人の安全や財産権とは両立しがたいものとなり、また一般的にその生命は短く、しかもその死滅に際しては暴力を伴うものとなってきたのである。兵庫やん。だから250年前に多数決で何でもかんでも決めてしもたらこうなるから憲法を作って多数決の応募をね、アメリカという国はイギリスの王様がムカつく言うて独立した国ですよ。で、せやから一番最初にやらなあかんのは、次自分らが王様いらん言うて追い出したのにもかかわらず、もっぺん王様が出てけえへんようにしようとしたわけ。一番あかんことやん。戦争までしてよ。当時世界最強の国家イギリスと、戦争までしてよ。イギリス人追い出してよ。独立国家作ったのに、自分らで王様をもっぺん作ったらあかんやんか。元もこうもないやんか。だから王様が出てけえへんようにするためにはどうしたらええやろうってことを徹底的に考えたんや。このおっちゃんらは考えはったんや。
王様ムカつく言うて王様追い出した俺らアメリカがもっぺん次の王様を担ぎ出すようになったら恥ずかしいからそれは無理よね。王様出てきたらって、だからこのおっちゃんら賢いから何しはったから、ギリシャ、ローマの歴史、ヨーロッパの歴史を徹底的に研究して、王様になったやつがどうやって出てきたかってことを調べよったんや。で気づかはって。多数決やん。王様なんか最初おらへんところに王様が出てくるっていうことは多数決やん。全部多数決で王様できてるやん。ほんなら多数決めっちゃ怖いやん。なるべくならば意思決定の時に多数決を取らなくても話し合いで決まるような世の中を作ろうって言ってできたのがアメリカ合衆国憲法です。で、このおっちゃんらのこの議論でアメリカ合衆国憲法ができたの。で、さっき言ったみたいに伊藤博文が明治憲法を作る時にもこれを熟読吟味したって言うてんのよ。で、もちろん昭和憲法、明治憲法のみならず昭和憲法にも影響を与えてます。これ西側先進国、中国とか北朝鮮とかの人は読まんでもええかもわからんけども、西側先進国の人間であれば、絶対読んどかなあかん本なんです。おっちゃんたちの努力。昨日の北口さんは素晴らしいのは、フェデラリストのがステイツマン、ポリティシャンとステイツマンは違うっていうのよね。ポリティシャンとステイツマンは違うっていうんですよ。で、ステイツマンとして求められることを北口さんはやり仰せました。北口さんすごい。もっぺん言うけどあの人は斎藤支持派ですよ。そやけど北口さんは偉い。その手続きの確かさ。最後の最後、ふん詰まりで多数決に行くの。その多数決という殿下の宝刀を抜く瞬間の抜き方が大河内伝次郎ちゃうかなっていうぐらいかっこいい。最後はみんなでどやっていうために多数決取らなしゃあないから会派の中で多数決取ってるけど、その多数決に至るまでのどやねんこやねんをちゃんとやってるのが北口さんは偉い。ほんまに偉いと思う。で、おっちゃんらがね、ここで議論したです。で、ここで議論した後しばらくしたらね、フランス革命が起こるんですよ。アメリカの独立革命に触発されたという側面もあって。でもね、フランス革命は、その、熱狂によって行われて、その、革命という、最もわかりやすい多数決でやってしまったがために、おっちゃんたちの議論を振り返ることがなかったんですよ。なくて、おっちゃんたちが多数決怖いやん、多数決怖いやんって言うてて、やってたらロペスピエールみたいなの出てくるわけでしょ。で、ロペスピエールが出てきて、ロペスピエールがおらへんやったら、ナポレオン・ボナパルトの帝政が始まるわけ。多数決やん！僕たちが、民主主義だよねとか、これがアメリカとかフランスとかイギリスとかドイツとか日本だよねって言うてる仕組みというのは、何億リットルの血でこれはやってはいけませんって書かれたマニュアルの上に成り立ってるんです。ルールブックがあるんですよ。僕たちの国家をどう運営しなければいけないのかというルールブックがあるんです。そのルールブックは何億リットルの血で書かれてるんです。その何億リットルの血で書かれたルールブックをきっちり読み込んで、ルールブックに書いてる通りにやろうというのが本当の保守主義です。日の丸振って天皇陛下万歳、韓国人出ていけ、朝鮮人死ね、中国人はあかん言うのは保守主義でも何でもないです。それはルールブックにそんなことしたらあかんって書いてあるやつです。その意味で保守の反対側ですから、日の丸振って韓国人出ていけ、中国人出ていけ、朝鮮人死ね言うてるやつ、俺から見たら極左です。女は黙ってろ、女は男の言うこと聞いとけ言うてたら保守気取れるかもわからんけど、そんなもん保守でも何でもない。単なるその女性差別ですよ。それは単なる保守の要件じゃないです。保守の要件はただ一つです。この300年ぐらいかけてホモサピエンスが何億リットルの血をインク代わりにして書いてきたルールブックをちゃんと読むかどうかです。それだけです。で、今回の僕の本はその保守主義の聖典と呼ばれるような本からいっぱい引用しながら、兵庫がこう分析するべきだということなんで、自分が保守主義者だと思ってる人は、保守って何って思う人は読むと、これが保守主義かってことは分かるようになってますが、保守主義の聖典だと言うときながら、保守主義を引っ張って保守主義の観点から兵庫の問題を分析するみたいなのを書いてますけれども、唯一保守主義ではないのにもかかわらず避けて通れなかったおじさんがいるんです。
このおじさんです。マルクスおじさん避けられへんかったんよ。マルクスおじさん避けられへんかったんよ。マルクスおじさんね、すごいのよ。このね、ルイ・ボナパルトのブリュメールの18日で、ボナパルトのことを、ルイ・ボナパルトのナポレオン3世のことをね、ケチョンケチョンに書いてんの、マルクスおじさんは。そのケチョンケチョンに書いてるのがね、もうね、すごいんすよ。昨日、伊藤卓先生の、質問がね、小西先生とか他の先生方よりもすごかったな。最後のところちょっと見てもらいましょうかね。水谷さんの動画を借りよう。車の両輪ってよく言われますけど、その両輪の一つの兵庫県のトップ、斉藤元彦知事の名前を足してヘイトスピーチをする。迷惑な話です。ただね、一番迷惑してるのが知事やと思う。だって名前出されて、その次にヘイトスピーチされて、それでプラスになること一つもありませんから。で、知事が大切に思っている県民の皆さん、大切に思っている職員の皆さん、そして車の両輪とおっしゃっている議員もたくさん迷惑しています。知事が迷惑していると一言言えば済むと思うんです。知事迷惑してますよね。ご回答ください。はい、斉藤知事。ご指摘いただいた点についてはですね、関係団体の方から要望を受けたということなどはですね、報告を受けておりますけれども、詳細については先ほど部長が言った通り、報告は受けてないというところでございます。行政の長として個別事案への発言は差し控えます。人の心を傷つける誹謗中傷、そして不当な差別的言動などを発信拡散することは他人の権利を傷つけるという行為でございまして、どのような場でも決して許されるものではないというふうに考えております。こうした行為は絶対に行わないように全ての皆様に改めて強く申し上げたいと思います。伊藤議員。はい、もうコメントして終わります。当局の方、人権、推進課の方来られて、知事にはちゃんと報告してますというようにおっしゃられました。で、それを今日部長の方からしっかり答えるようにしますというように言われましたけども、今のような答弁に大変残念に思います。で、個別の事案ではありません。こういうことがあって迷惑を思いませんかっていうことをお聞きしてるんで、迷惑してないっていうように受け止めさせていただきたいと思います。ただ、もう本当に止めましょうよ、みんなで。ね。僕がここで今この質問したらまだものすごい批判きますよ。ね。止めましょう。職員の方々も勇気持ってください。止めなあかんですよ。なんとかみんなでしましょうよ。知事もそれには協力してください。迷惑やって言ったら済むんです。終わります。前代未聞よね。昨日の夜の番組でも言いましたけど、自民党の議員から差別やめましょうよ言われる政治家、共産党とか公明党とか立憲民主党から差別やめましょうよ言われるのは分からないよ。自民党から言われてんねんで。聞いたことある？そんなん。自民党の議員から差別やめましょうよって言われる議員、それどういう事態なの？それは考えられる？それ差別する政党の人から差別すな言われて、その人間辞めるかどうかの瀬戸際やん。すごいよね。それは自民党があんな条例賛成できるかって態度変えるのは分かるんですけどもね。で、伊藤先生がそこで指摘しているように、実際兵庫県庁の周りでは斉藤頑張れ、朝鮮人死ねみたいなこと言うやつがいるわけですよ。いっぱいいるわけ。いっぱいもいないけどいるわけで、その様子を見ると、言ったら静止画で見たら分かると思いますけど、こういうことです。こんな状態になってるわけですよ。もうまさにこの状態なわけです。もうこんなよう分からん人が斉藤元彦さんの指示をしてるわけですよ。
これもう、このゴミくずみたいな人が斎藤頑張れ、朝鮮人死ねとか言うてるわけ。で、これにね、さっきみたいに迷惑だって言わなかったでしょ斎藤さんは。実際ね、迷惑じゃないんですよ。斎藤さんは。迷惑じゃないんです。マルクスおじさんの分析によると。迷惑じゃないどころか、そうであってほしいぐらいの勢いなんです。ルイ・ボナパルトのブルメール18日の第5章のナポレオン3世、後のナポレオン3世になるルイ・ボナパルトが警察と軍隊を使っていよいよ国会を制圧しようとするところで、ルイ・ボナパルトが集めた人たちを描写して、マルクスはこんなことを言っています。見たこともないようなペテン師、ヤマ師、チンピラ、不老者、そのような群れたちが軍服を着てやってきた。で、それを見て、普通の人間やったら嫌やなと思うような連中に支えられて、ご満悦のルイ・ボナパルト、後のナポレオン3世を表して、マルクスおじさんはこう言ってます。さっきのこれを見ながら聞くと、マルクスおじさんの描写がいかに的確かがわかります。あらゆる階級のクズ、汚物、残骸の中にこそ自分が無条件に頼れる唯一の階級を見出す。これこそが本物のボナパルト。何の留保もつかないボナパルトである。もっぺん言っとこう。あらゆる階級のクズ、汚物、残骸の中にこそ自分が無条件に頼れる唯一の階級を見出す。これこそが本物のボナパルト。何の留保もつかないボナパルトである。これもうあれよ、こういう名詞書いたらしまいだけの話ですよね。あらゆる階級のクズ、汚物、残骸の中にこそ自分が無条件に頼れる唯一の階級を見出す。これこそが本物の斎藤元彦。何の留保もつかない斎藤元彦である。そのまんまやん。だから迷惑って言えないんですよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。